Harvest Tea 皆様こんにちは、ハンナと申します。今日から2週間アジアの旅が始まります。第1弾はここ中国上海には約1週間滞在したよ。美味しいご飯を食べたり、最高の古着屋に出会ったり、新しいことがたくさんでとっても楽しい旅になりました。ぜひ最後まで見て旅の気分を味わってね。今回は上海に一人で行ってきたよ。この後に香港に行ったから台北にもちょっと遊び行ったりしたから、その動画もよかったら見てみてね。続けてみたら旅行した気分になれると思う。今まで中国に行った時は仕事が終わったらもう次の日に帰るぐらいのタイトなスケジュールだったんだけど、今回は観光したいし、なんかもう旅行ご飯とかいっぱい食べたいしって思ったから約1週間いました。もう最後の方とか住んでますかっていう感じで馴染んでた。着いた。今日はなんか人多い。後ろにも前にも人がいるからちょっとカメラ掲げるの恥ずかしい。ていうかなんか寒いし、思ったより寒い。私今日あったかいアウターこれしか持ってきてないのに大丈夫かな。無事入国しました。めちゃくちゃ顔確認されて怖かった。今からスーツケースを探すんだけど、私中国来るときいつもなんかでっかいリュックでとかトートバッグで来てたから、キャリーバッグがあるかないかっていうところがまず第一関門。はい、事件発生しました。イヤホンジャックがタイプ C のイヤホンをスーツケースの中に入れていて、今必死でスーツケースを開けようとしてるんだけど、私のスーツケースが TSA 用のスーツケースって言って、スーツケース用の鍵がついてるやつだったのね。だから開けるときになんかちっちゃいボタンを押さないといけないの。だけどそのちっちゃいボタンを押すものがなくて、今自分の家の鍵で必死にやってるんだけど全然開かなくて、すごいなんかイライラしていてなんで開かないのっていうことになってるから、もし TSA のロックがついてるスーツケースで行くときは何か細いものをみんな持ってった方がいいと思う。こういうことになります。今からタクシーに乗るんだけど、もうカオス不況。迷ってたけど着いた。もう15時なの？早いな。今からタクシーに乗ります。待ってるんだって。私結構遅れてる気がする。早く行かなきゃ。来て。今までスーツケースで来てなかったけど、今日初めてスーツケースで来たらめっちゃ楽だから、スーツケースで行くかもこれから。ここが全部窓になってる。もうなんか全部窓みたいなタクシー初めて乗ったから面白かった。これ昼に乗ったらもっと綺麗だった気がする。でもこの時なんか雨だったし天気も悪かったから、ガンホラー映画みたいになってるけど気にしないでそんな感じでホテルに着きますよ。もうすぐ着くよ。ついにタクシーで73分かけてたどり着きました。ホテルご紹介します。今回の上海はお仕事で来たから1日目と2日目はここに泊まるよ。会社の方が手配してくれたんだけど、スタジオに近いところで予約してくれたから立地気にする人はちょっとここは良くないです。だけどこの G ホテルっていう会社は中国のホテルのチェーン店でいろんなとこにあるからおすすめかも。本当に寒すぎて、なんで今日寒いのかな。昨日パッキングした時もう日本結構暖かかったから、もう夏かなぐらいの勢いで結構半袖とか持ってきちゃって、一番あったかいアウターがこれなの、このパーカーなんだけど、さっき外出たら雨降ってたしめっちゃ寒くて、暖房がついてなかったりめっちゃ弱かったりするホテルが結構多いの。だからね、アウター絶対持っててくださいトマトと卵のやつとか何かわかんないけど、これご飯と一緒に食べてねみたいな。とりあえず朝から何も食べてなさすぎてマジでお腹空いたからこれ食べるね。見て、マグネットネイル初めてしてもらった。ホテルに着いた瞬間にこのネイルをしてもらうっていう。でその前にね、これね宅配をねもらってて、ご飯食べていいよって言われてたんだけど、なんかネイリストの方も来てたからなんか気まずいなと思って後で食べますとか言っちゃったの。そしたら普通にさ、こういうマグネットネイル私やったことなかったんだけど、3時間ぐらいかかって、3時間空腹やばいので食べさせてください。じゃあ食べるなよ。ねえねえ、このさめっちゃ狭いここの机で食べてるのかわいそうだね。ちょっといただきます。
美味しい。こういうネイルしたことなくて、いつもなんかね適当に塗るネイルが好きで、なんかロックみたいな感じなんだけど、今日初めてこのつけ爪をつけて、ここをなんか段を滑らかにしてみたいな、そういう工程もやって3時間ぐらいかかって、ネイルさみんな可愛い子いっぱいいるじゃんみんな3時間ぐらいかけてるなと思って、すごっていう、本当にすごい。だってこれさ、ネイル取るのも大変じゃん、マジでみんなすごい。トマトと卵のやつが一番美味しい。今日はもう移動デーって感じでずっとスマホ見てた。やばいよねおはようございます。今から撮影現場に向かうよ。もうここどこかわからないんだけどね、やっぱ街が日本と違うからグローバルな現場でした。はなちゃん、見てください、もうすっごい可愛くしていただきました。私普段は黒とかばっか着てるから、こういう撮影の時だとピンクとか白とかこういうガーリーなスタイリングをしていただくことが多くて毎回楽しいです。今回は Into You っていうコスメブランドの撮影だったよ。なんか2年前ぐらいに泥リップみたいな感じで流行ってたじゃない。私その時普通に買ってて、知ってるブランドだったから嬉しかった。で中国の撮影でいつも思うのが小道具がすごい細かい。見てこの謎のレンガみたいなやつ、撮影のために一から作ってるのかわからないけど、なんか全部細かくてすごいなっていつも思ってる。はい、髪洗います。こんな感じでもう3回ぐらい髪洗ってましたね。なんか腕組んでんのやめてほしいんだけど、どういう格好なのこれ。でこういう感じでワンちゃんがたくさんいた。もうスタジオの中にもいたし外にもいたし、5匹ぐらい見たかな。もうすごいね、ナチュラルにこういう現場に馴染んでってね、面白かった。はい、ディーバ降臨しましたこの下のね模型がすごいの。このでっかいやつが新作のリップのやつなの。これどうやって作ったのって感じで、この上でこうやって寝そべったりしながら撮影してたんだけど、結構不安定なの。でもすごい自然な表情を作りながら、もうあとちょっとで倒れそうって感じだった、ずっと全部のメイクがもうすっごい可愛くて、日本では絶対しないようなメイクだったから技術を学びたかった。見ても本当に細かい、芸が細かいの。新しい経験ができてすごい楽しい撮影だった。この写真たちは中国のプラットフォームで公開されてるから、気になった方はよかったら見てみてね。ついに体験しました。今のさメイクがすごい綺麗のピッカピカなんだけど、暗すぎたよね。まださ時間あるからどっか行きたいなって感じなんだけど、どうしようかと思って、とりあえずあそこにファミリーマートが見えるから行ってみようかなみたいな感じ。今日のメイクもう眉毛とか超綺麗。ほら、お昼もまともに食べてないから、とりあえず入ってみようと。とりあえずこういう気なんだけど、タクシーで自分の今泊まってるホテルから一番近い繁華街を探そうと思って、ユニクロあるところ大体繁華街だろうなと思って調べたの。そしたらギャップと無印とユニクロがある。私の目の前、すごすぎんだけどロボット。わお、すっごっ。もう人いないんじゃん。何があったの。はい、着きました。ここだよね。ここだよね。ここ。ゲットしました。韓国人って聞かれて、日本人だよっていう会話、私初めて中国で会話したかもしれない。今日マジで7時間ぐらいずっと中国語聞いてたから聞き取れるようになった、ちょっとは。今からあっちに行ってなんかご飯がありそうだったので、今日私ご飯食べてない。朝ごはんもなんか小籠包を渡されたんだけど、撮影前って緊張してるし全くお腹空かないから食べてなくて、お昼もなんか全然食べてなくてめっちゃお腹空いてんの。甘すぎる。マジなんかずっと同じ道歩いてるんだけど。
どっかレストラン行こうかなって思ったけど結局 KFC にしました。中国の KFC は結構メニューが日本と違うから面白いよ。前回中国行った時も私マック食べた気がする。やっぱファーストフードは一人で行きやすくてありがたいですよね美味しかった。めっちゃ美味しい。何これ、何味か分かんないんだよね。ウインナー、多分ソーセージだと思う。めっちゃ輝いてます。日本にあったら絶対通ってるわ。プリンみたいになってる。エッグタルトがマジで完璧に美味しすぎてびっくりしちゃった。絶対にまた食べる。もう3秒ぐらいで終わった。今からタクシーを取って新しいホテルに行く。この前よりひどい。待って、角部屋なんだけど。上海一望？これもしかして。このホテルはちょっと古びた感じだったけど、何より13階で景色がすごい好きだった。しかも部屋も結構広くて安いの。また泊まりたいですその後はホテルの近くちょっとお散歩しに行ったよ。中国で初めて電車乗ったんだけど見て、 X 線の荷物検査があるの。中国人の友達は日本に X 線がないことにびっくりしてた。ここなんかね、歩いてて見つけたんだけどエッグタルトのお店だったの。店もすごい可愛くて、とにかくエッグタルトがめっちゃ美味しかった。これめっちゃ美味しかったから行ってみてください。どこにあるか分かりません、覚えてないはい、突然夜になりましたけれどもこれから友達とご飯を食べに行くよ。レストランに着きまして、待ってる間に見て、これ五目並べのね、囲碁じゃないらしい。これでおし見せてくれた。レストランとか食堂の前に五目並べのこういうね、もうそのままのやつが置かれてること多いんだって初めて知った。めっちゃよくない？日本のさ、トランプとか UNO とかそういうのでもいいから置いてほしい。五目並べのルールは簡単で、縦横斜めのどれかに自分の石を5つ先に並べた方が勝ちなの。聞く分には簡単そうだけど意外と難しいの。っていうかもうこういうゲームを久しくやってなかったから、それが楽しかったね。This one bread? Yeah, Hokkaido. Potato. 見てください、私の大好きな串焼きが届きました。しかも見て、これ自動なの。今まで私自分で手でさくるくるしてたから自動なの初めてだった。このパンが最高に美味しい。これ何の味か分かんない。ラムが大好き。私中国に来てラムにハマった。日本でラムを食べる機会ってあんまりなくない？匂いが独特だから気嫌いしてたんだけど、食べてみたらもう癖がなくて最高になってハマっちゃったのなんかさ、焼き鳥を串から取って食べる人いるじゃん。私は串のまま行きたいタイプなの。だけどこれは金属のステンレス製の串だからちょっと危ないじゃない。だから結局取りました。なんかもうさ、傍から見たら病人ですかみたいなリンゴとかあるし私たちが座ってる目の前に串焼き器があるからすごく暑いのね。だから冷却シートをみんな貼ってるんだって。写真映えするからみんな来るし、写真撮って帰るんだって。でも老若男女全員してて、もおじさんとかもちゃんとしてるから結構シュールで面白い自分で動画編集してて思ったんだけど、こうやってさ海外の人と話すときはめちゃくちゃジェスチャー使ってるなって思った振りが大きいの。美味しい串焼きを食べた後はヘイティに行ったよ。もう大好き。飲み物って別腹。本当に3杯置いてる。今から写真を撮りに行く。はい、GO! First experience. It's like Korean. Yeah. 你可以再说一遍吗？说她夸她漂亮。就是她看着就典型的中国美女，是吧？很漂亮的。谢谢。所以你不要回去了，就在这里。He said you don't go live in China. I have to go home. 回家，不知道中国好，中国这个吃的有花样，好玩的地方多，这个旅游的地方有多，吃的又丰富。This is Shanghai's view. だってなんかさっきまでさ疲れすぎて
どうしようかと思ったけど、ご飯行ったらもう楽しすぎてテンション上がっちゃってまた起きちゃうかもしれない。お昼はお散歩して、でちょっと疲れすぎて一回ホテルに帰ってきてから友達と会って、その子もすごい良い子だったし、ラムのお肉とか食べて、日本で食べたラムと中国で食べたラムの味が全然違うの。日本のラムはあんまだったけど、中国で食べたラムが本当に美味しすぎて、私ラム食べれるんだっていうことに気づきました。で、私が好きなこういう感じでパンを焼いたりとかして、あとコーンも焼いたりとかして、ヘイチャを頼んで、あとプリクラ撮ったりして、今日はホテル帰る日だったから早く起きて、もうなんか8時ぐらいに起きて、で11時ぐらいにこのホテルに着いてみたいな。だからね、今日詰め詰めだったんだけど大丈夫そう。メイクがあんま崩れてない。さ、袋のサイズがマジで合ってない。どういうこと？どういうつもり？これさ、ここにね紙を入れてる細かい芸はあるのに、ここがなんか余ってんの、ちょっとだけで閉まらないの。みたいな。でなんかサイズもでかすぎるし、どういうことって感じだけど、このお店は24時間空いててすごい可愛いからおすすめ。シューフォット、ちょっと読めない。私の英語力が上がっていきます。なぜなら中国に来て、英語で全部会話してるから。あと中国語で、今日タクシーの運転手の人があなた中国人の伝統的な美人に似てるよって言われて、初めて出会った日本の美しい人だみたいなこと言われて、感動みたいな初めてタクシーの運転手の人ともたくさん話したりとかして、とにかくやっぱ国関係なくみんないい人はいい人だし、楽しいしいいよねっていう感じになった。じゃあ明日ね。おはようございます。今からメイクをします。どういうメイクにしようかな今日。けどね、スポンジあった。今日のメイクアップ、本日はこんな感じです。ストレートヘアにした。もうすぐ行こうかな。どうしよう、パーカー持ってきたくないな。Hey, Hi. I have Mercy. Mercy? Yeah. She's Mercy. また現地で出会ったお友達と合流して今散歩してるんだけど、上を見たらもう服がいっぱいかかってんの。こういう現地の景色を見るのが大好きということで、お昼ご飯を食べに来ました。ここ連れてきてもらったんだけど、すごい良かったからみんなおすすめ。ここは雲南料理のお店なの。ベトナム、ラオス、ミャンマーと国境を接している東南アジアに一番近い中国なの。だからここの料理っていわゆる中華と全然違うんだよね。でこの店の場所がすっごいね、入り口が分かりづらいの。なんかショッピングモールっぽいところに1回入って、そこから出て裏路地に入ったらあるみたいな感じで、2階にあるの。すごく分かりづらいから、それをみんなマップ頼りにしていってください。見てください、料理が届きました。こちらはキノコと鶏のお鍋だよ。雲南省は食用のキノコが豊富に取れる世界有数の産地なんだって。だからね、雲南料理っていうとキノコがたくさん使われてるの。めっちゃ地元の味がする。美味しいです。It looks like real pizza. 今食べてるのはじゃがいものピザなの。ピザって言っても全然ピザじゃないんだけど、細かく切ったじゃがいもをピザ状に揚げたやつって感じかな。このピザの上にあったネギとか山椒とかスパイス系がめちゃくちゃ美味しくてハマった。で今は野菜を追加しようってことですごい丁寧に教えてくれてるこのミーシェンっていうお米の麺もすごく好きなの。なんかつるっとしてる感じでさっと食べれちゃう。もうなんかすぐなくなるって感じ。めっちゃ上海で人気らしい。このヨーロッパのホテルもめっちゃ人気って。ここのホテルの近くに噴水があったんだけど、ここもすっごい素敵だった。そこら辺にいた女性の方にお声掛けしました。撮っていただきました。そうしまして次は上海のハーミーっていうコスメショップに行ったよ。ここめっちゃ面白かった。内装がもう倉庫みたいで、商品が引き出しとか棚に無造作に並べられてるんだけど、それが逆にスタイリッシュだった。なんかアトリエを探索してるって感じだった。意外と混んでて韓国人結構多かった印象で、行く前になんか WeChat を追加させられるので、そこはちょっとお気をつけください。はい
でも美味しいキャンディーももらえるよ。私はイプサのコンシーラーを、日本より 20% オフぐらいで買いました。ちなみにここは新天地って場所の近くにあったよ。ここも観光客にすごく人気で、もうトレンディーなアイテム大体あるって感じだった。駅に着きました。今から上海最高の古着市場に行きます。でこれ見てほしいんだけど、上海ってバイクと自転車の量がすごいの。これはデリバリー文化とかバイクの普及とかいろいろあるんだけど、もはや道がないみたいな、道塞がれてるくらいのレベルで毎回いろいろあって面白いんだよね。ということで上海のリンシールシーちゃんってところに来たよ。ここマジでやばいです。もう上海に行ったら絶対に行ってください。服が好きな子とか私のコンテンツが好きな子は絶対好きだと思う。建物の2階3階が丸ごと服飾フロアになっていて、古着やヴィンテージがぎっしり詰まってるの。一番初めに入ったこの Y2K っぽいお店めっちゃ可愛かった。このお店の中にプリ機があって、こうやってね背景とかフレームを自分で選べるの。これは台湾に行った時も同じようなやつをやったんだけど、マジで可愛い。日本には全然ないですよ。これある？全然見たこともないんだけど、もうそれがすごい可愛いの。ちょっと古い感じが好き。ね、見て、このネイルも可愛い。なんかもう全部がすごいカラフルでポップな感じで、系統が統一されててすごい良かった。このお店の名前読んでください。これです。はい。このねプリ機めっちゃ可愛くて、これなんかもうパソコンですかみたいな感じだった。印刷されるの。めっちゃ可愛いんだけど、どうするマジで。見て、すべてが可愛いの。可愛い。可愛い。ここは値段が書いてないらしい。古着の量が多いというよりは結構セレクトされてるように感じた。だからね、カラフルな女性ものの服が多かった。めっちゃ可愛いじゃん、コンバース。待って、これめっちゃ可愛すぎる。ちょっと可愛すぎない？これも可愛い。もう神なんだけど。友達の豆知識情報によると、ここの市場で売られてるお洋服たちはだいたい日本と香港から輸入したものなんだって。だから逆輸入みたいな感じで今見てます。でここのお店は値段交渉も OK で、全体的に OK なんだけど、値段が書かれてないことが多いから、店員さんに何円ですかって聞いてから交渉するっていう感じかな。だいたい 2,3000 円 3,4000 円ぐらいからっていう感じ。マジックセーラー服がある。なんで？ But it's Japanese band. 很老的 Burberry， 这个很好看的，而且这个是格纹的中古战袍，基本上人家这种都报你800-900一个了，你知道吗？这成色也还行啊，真的你随便用中古的 Burberry， 金标战嘛，我天哪，多好看！你在记录生活是吧？小红书多少粉丝啊？这个我也是从日本淘回来的。こんな感じで結構がっつりと接客をされる場合もありますけれども、さっきのお兄さんも結構面白かったけどね。こんな感じでバイバイしました。また行きたい。絶対に上海次行ったら行くし、みんなも行ってほしい。あとはいろいろちょっとお店見てからご飯食べ行ったりした。上海のね道がすごく大きくて木がたくさん生えてるから好きで、この店もすごいおしゃれだった。名前忘れちゃったんだけど、なんかねパクチーとかエビとかじゃがいもとか豆とか中国料理じゃないんだけど、なんか田舎料理っぽいのがすごかった。ということでマーシーちゃんとはここでお別れです。ありがとう。もう本当にいろいろ紹介してくれて楽しかった。おはようございます。今日は7月になりました。ルルルンのとドンキのコラボみたいなやつ。もう昨日歩きすぎてマジで疲れた。超楽しかったけどね。初めて電車に乗ったの。なんか一回ね電車に乗ろうとしたらその QR コードを出さないといけないの。もう中国は全部 QR コードやろうと思ったんだけど、なんかできなくて、パスポートを申請するみたいなやつをやってなくて、で一回出て改札から出て結局タクシー使ったんだけど、でもなんか電車の中の感じはそんな日本と変わんなくて、どっちかっていうと韓国に似てたかな。椅子の感じとかその
電車の中にでかい棒がある感じとか似てた。もう電車のつなぎ目の部分あるじゃん、あそこに座ってるおじさんがいて、もう床に座ってんのえみたいな、そこに座んのみたいな。化粧品のディスカウントストアみたいなところがあって、そこでイプサのコンシーラーをゲットしました。日本で買うより安かったから嬉しい。そこはね、結構観光客の人も並んでたかな。おしゃれだったし、リプティークとか日本の化粧品もたくさんあって面白かった。イプサのコンシーラー知ってはいたけど使ったことなかったからね。うわ、こんな感じなの？この日のお昼ご飯は広東料理屋だったよ。見てください。今店員の方がこのお茶を注いでいるじゃない。これをどうするかと思う？私初め飲むかと思ったの。だけど実はこのちっちゃいコップを洗うためのお茶なの。関東や香港のローカルレストランでは最初に熱いお茶が出てくるんだけど、給油するために使われるんだって。What's your name? I'm Chelsea. 中国のレストランに来ました。オーダーしたやつを見せます。初めにフルーツ出てきてびっくりした。意外と順番も関係ないんだって。これもすごい美味しいやつ。ドラゴンフルーツが中に入ってたの。はい、来ました。この赤いエビの揚げ物が中にちょっと入ってるやつ。これも美味しい。あ、これは焼きそばみたいなやつです。結構焼きそばに味も似てた。この赤いやつは中にエビが入ってるんだけど、なんかサクサクのが入ってるのがすっごい美味しかった。このシューマイもエビがね、全部大きいの。それが最高。このメロンパンじゃなくてパイナップルパン、メロンパンに似てるやつなんだけど、パイナップルパンも美味しい。エビのシューマイですね。もうなんか全部美味しいです。とりあえずわかるよ。これも見た目でかって美味しい。私的にはこの赤いやつが一番美味しかった。もうサクッとするの。食べた瞬間に美味しい。天津はすべて一口で小さくて上品だから、いろんな種類を少しずつ楽しめるのが最高だよね。餃子やシューマイ、小籠包、エッグタルト、もう全部あげたらキリがないぐらい天津大好きなの。中国の食文化は一皿にこだわらず、たくさんの種類をみんなでシェアして食べれるところが好き。逆に一人で食べれるところはあんまりなくて、マックとかケンタッキーとかマーラータンとかになっちゃう。プレゼント開けます。Is this okay? Okay. Oh wow. This. プレゼントいただきました。やっぱポップマートって人気なんだね。渋谷にもなんかでかいのあるよね。近くの公園に行ったらすごく平和な会合といいますか行われておりまして、いいな、私の老後これがいいなって思った。この時は春だったからお花がたくさん咲いてたし、池があったんだけど動物もたくさんいたりして、チューリップも咲いててすっごい素敵だった。この後ここの辺りを散歩して上海シティウォークしてまいりました。ここがねすごい有名らしいから行ってみたんだけど、なんか建物がドンとあって死ぬほど観光客いて結構すぐ逃げ帰りました。この後最後ちょっとお手紙交換とかしてお別れした。今一人になったんだけど、で中国の道を歩いてるんだけど、マジでここがどこかわからない。とりあえず歩いてる。おいしそう。もう本当に寒い。本当に寒いね。本当に服間違えてる。ずっと私これアウターこれしかないのだからさ、結局自分の動画見返したらこのネイビーしか着てないっていう状況になってると思うんだよね。なんか私爆買いしようかなとか思ってたけど全然爆買いしてない。美味しいご飯食べて散歩して自転車乗ってってこれさ、私東京でやってることと一緒なんだけど、タクシーに乗ったら運転手の方が3秒に1回ぐらい TikTok を見ていて、すごく怯えながら乗ってました。あれって普通なの？わからない。寒い。このショッピングモールの中も寒い。こういうショッピングモールには全て入ってるから、とりあえずここ来ればなんか買える。ホカもあるし、イーグルもあるし、ギャップもあるし。上海歩いてて気づいたんだけど、セフォラとかはあるけど、こういうちょっと安めの化粧品のお店って全然なかった。だから初めて見つけたここ。友達に聞いたらみんな通販で買ってるらしい。やっぱ通販だよね。
れのなんだこれマンゴーミルクティーみたいなマックです。もうなんかマックでいいかなみたいな感じ。あったかい。いただきます。ショッピングモールの中で食べようと思ったけど一人で入れそうなところが全然なくて結局マック大先生に頼ることにしました。ギザギザポテト毎回食べてる気がする。こういう感じ今。おはようございます。今から何か服屋が近くにあるっぽいから行きます。今日のフィットチェックしときませんように。なんか自転車はね、ここにさ QR コードあるじゃん。これをアリペイで読み込んだら乗れた。たまたま散歩して見つけたここのお店が最強だったからみんなに紹介したい。これは中国の朝ごはんなんだって。正式名称はジエンビンゴーズっていう料理で、小麦粉の生地に卵を乗せて焼きカリカリのヨーティアを巻いて食べるの。パクチーかネギを選べて私はネギをチョイスしたよ。辛さも追加できて自分好みにカスタムできるの。ゲットしました。初めてこういうの買った。見て美味しすぎる。なんか今日に限ってオイルみたいな服着てんだけど、食感はサクサクで香ばしくてとろけるような美味しさだった。どこか懐かしいようなあったかくて優しい味だった。辛さもちょうどいいし、ネギがめっちゃ美味しい。267円、安い。これ276円だよ。ストリートブランドなのにおじいちゃんとか来ててめっちゃ入りやすい。調べたらアメリカのブランドだった。中国でアメリカのブランド買いました。私このねまっすぐのキャップが好きなのだからまあいいじゃんみたいな感じ。でも今日の服には全く合わないから食べられないけど、私が行きたかったお店はこれなんて店わかんない。今日見つけた SNS で可愛いお店が最近できたっていうのを見て行ってみた。ここね1階と2階と3階ぐらいまであってすごくフロアが大きかったの。ブランディームーベルっていう有名なブランドがあるんだけどそれにテイストがすごく似ていて、てかもうなんかその店を拡大したっていう感じだった。商品はすっごく多かった。最近中国圏で LA っぽいなんかラフな感じの洋服がすごい流行ってる気がする。見てこのキャップの量、倉庫ですかみたいな。びっくりして、もうカラーもたくさんあるし種類がたくさんあるし絶対一番上のキャップとか取れないよねみたいな面白かった。今からタピオカをもう本当に喉乾いたからタピオカを買いに行って、タピオカっていうか紅茶のお店に、カオスみたいな。全員さデリバリーの人、バイクとデリバリーの人が多すぎて行きづらいっていう。偏 size or large size？ メディアム。解锁手機，碰完环。Anytime check。養護服の本物見つけた。でも誰もいない。何があんの？日本のセカンドストリートのようにもっとごちゃごちゃしたようなお店ないかなと思って上海で調べてたら見つけたのがここ。店内にはお洋服はもちろん雑貨、本、インテリア小物まで何でも揃っててびっくりした。普通にこんなスタイリングかわいい。お店の雰囲気もすごくあったかくてなんかアットホームな感じ。大量の服の中から自分の好きなもの探してるとき、見つかったときは本当にドーパミン出てるなって思うもうここで探してるときが一番楽しいかも。そしてまた場所を変えましてこちらのお店にやってきました。入った瞬間からこの壁一面のポスターやらチラシやらが可愛すぎてびっくりしたの。この店一番可愛いね。見て、私この店内を見た瞬間にため息が出ました。びっくりして、もう可愛すぎて。セレクトされてるお洋服全部可愛いし、ここの店内の装飾すっごい可愛いし、日本っぽいね、なんか結構文化が散らしてある。こう日本の昔のチラシとか貼ってあった。ビビアンタムとかバーバリーとかコムデギャルソンとかアニエスベイとか私の大好きなブランドばかりがセレクトされてあって、この店は私のためだよねっていうふうに本当に思いました。
もう興奮して血迷って絶対着ないイエローのスカートなんかを試したりなんかしちゃったりしております。私お洋服選ぶときはもう2時間とかかかっちゃうから一人で行くのが好き。友達と行って友達がもう選び終わってるみたいな状況が耐えられないの。これかわいい。見て。買いました。見て。日本語。頼みます。香港ミルクティーみたいなやつが美味しそうな感じ。全部美味しそうだけど全くわかんない。ホテルの帰り道にすっごく可愛い香港料理屋さんがあったから寄ってみたよ。私香港にこの後行ったんだけど、香港旅行で行った時よりも香港っぽいような感じだった。とにかく店内の内装が最高に可愛いの。かといってなんか若い子が SNS 映えのために来てるっていう感じもなくて、すごくちょうどよかった。これ朝ごはんじゃん。いただきます。どうやって食べればいいのかわかんない。まずいただきます。サイドオシーっていう香港式フレンチトースト、この四角いやつを頼んでみた。もはや朝ごはんじゃんって感じだけど、食べたいものを食べさせていただきます。最近もう香港の映画ばっか見てるから、こういう香港っぽい雰囲気のめっちゃこうやってた。中華料理全般の野菜は基本的に加熱がされているもので、生野菜は旅行中に全く取らなかったかも。基本的に温かいものが体にいいという考え方が広まってるなって思った。レストランで出てくるお茶やお水も大体温かいの。帰宅しました。もう毎日毎日ホテルメイキングありがとうございます。すっごい綺麗にやってくれる、いつも。で、ここな。おー、かわいい。2025のカレンダー。私もこういうの作りたいな。ここのお洋服屋さんはヴィンテージショップだったんだけど、私の好きなブランドがたくさんあって、日本のブランドめちゃくちゃあったね。何これ。あ、これは中のやつだわ。入ってた。それかこれはちびまる子ちゃん。しかもなんか古い方のちびまる子じゃない、これ昔のやつ。これとあ、これもちび、同じこれ。あ、なんか違う、ちょっと違う。これがマジで可愛い。これがやばい。本当に私これ着た時にもう、あ、これは私のために作られたものだって思ったぐらいにフィット感が最強すぎて、私さ白いシャツ持ってきてたんだけど、まあいっかみたいな。普段は同じ感じの服あんまり買わないんだけど、もう私のもんだよねってことで買いました。いやー可愛すぎる。私の大好きなビビアン・タム様です。ニューヨークをベースに活動するファッションデザイナーで、中国出身で香港に渡ってっていう方のものらしいから、アジアン系の最近香港映画めっちゃ見てて、でアジアン系のそういうお洋服がすごい好きなのね。でこれは本当にアジアのテイストがすごい散りばめられてめちゃくちゃ可愛い。見て、可愛いポイントはもう50個ぐらいあるんだけどね、このシルエットがスリムなものが好きで、ここね結構キュッてなってるの。サイズ感ちょっと長めなのも良いし、ここがねフリフリしてるの見て。なんかこっちは編み編みしてて、こっちはなんかお花柄みたいな。でシンプルなお洋服好きなんだけど、これはシンプルだけどディティールがすっごい細かくて、ここもフリフリしてるから最強。これもめっちゃ可愛い。このね赤は私普段はあんまり買わないかも。ちょっと挑戦的な色じゃない？
だけどここのV ネックでこれもニットで、やっぱ私このなんか謎の丈これもそういう感じの丈で、これはバーバリムです。よろしければ皆さん行ってみてください。もう上海慣れたんでもうノーメイクです。はいでも明日帰るから今日は編集がちょっと溜まりすぎてやばいから編集しようかなって感じだから、ちょっとでかいカフェを探してます。中国生活7日目、ついに生活ムーブ突入いたしました。もうノーメイクです。お仕事もして知らない人とたくさん会ったり、ご飯を食べたり買い物したりだとか、もうたくさんいろんなことをして結構疲れてるってことで、今日お休みデーみたいな感じでもう生活してみようかなと思います。スーパーに入ってみました。私の大好きな黒ごまターンが売ってるから持って帰りたいな。カルビにあるけどね。やっぱり冷凍コーナーにはターエンとか餃子とかその美味しそうなやつがたくさんあったんだけど、私ホテルだから料理できないわけで買いませんでした。スーパーってその国の特色であるから面白いよね。ここに決めました。なんかもう私の目の前の人寝てるんだけど、お散歩してる時にたまたま見つけたカフェが良さそうだったから入ってみた。ここテラスなんだけどソファーがとにかくすごく大きくて一人分ではない。もうこんなことになってる。見て、クッションでかすぎる本当に。ということで YouTube の編集を始めました。旅行先で動画を編集しながら上げれたら楽しそうだなとか思うんだけど、旅行中にパソコンもすごい重いし動きも遅いから全然スムーズにいかなくて毎回困ってるの。世界一周系 YouTuber とか本当にすごいと思う。どこで編集してるのっていつも思ってる。ちなみにこれチャイ飲んでたんだけど普通に1000円しました。びっくりしたけど、こんな大きいソファーね使わせてもらってるので、はい理解します。思ったらなんか急に変な動きしだして怖いんだけど、これ何この上下運動みたいな。ゲットしました。マーラータン届きました。美味しそうなやつ入れてくださいみたいな感じでこれいやいやみたいな感じでやったから、これはお酢をつけてつけますかって言われてつけるよって言った。見てください。なんかカレーみたいカレーうどんみたい。上海最後の夜はマーラータンを頼みました。店員さんがすごく優しくて、私中国語全くわからないから教えてくれました。全部なんか適当に入れてくれた。いろんな YouTube の過去の動画でマーラータンの話しすぎてて、そろそろ飽きるのかなと思いきや、もう好きが高まってます。大好き。美味しい。最近はまた日本でもマーラータンが流行りだして、どんどん新しい店舗が出てきてて嬉しいの。個人的にはゴンチャぐらい定着してほしいなって思ってます。この麺がね結構すぐ切れる系。もしかしたら私が放置しすぎてたからちょっと麺吸っちゃった。何これ、カニカマ、魚の塗り物的なやつかな。多分そんな味がした。ということで上海1週間の旅無事終了いたしました。多分この動画1時間ぐらいになってると思う。最後まで見てくれた人っているの？長すぎた？みんなありがとうね。どうだった？旅行した気分に慣れてるといいな。この後は香港と台北にも行ってきたよ。2週間の旅を Vlog にしたから続けてみてみて。タイ旅行した気分に絶対なれると思う。暇だったら見てみてな。全ての動画で喋り倒しております。やっぱり一人で旅するのは自由で楽しい。次は欧米とかヨーロッパ系行きたいな。てか行きます。今年中に行きたい。また中国でお仕事したいし、もっといろんなところ行きたいなって改めて思った。よかったらチャンネル登録してな。次の動画で会おうね。ご飯食べてゆっくり寝ましょう。じゃあね、花でした。バイバイ。朝ごはんで食べたい、本当は。持ち帰るから多すぎる。他现在也去一个然后老师发动态，然后男朋友还在过山，大概是这样子。